前世も含めたこのカルマの星座みたいなのが来月かな。だからこの2ヶ月は、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日は時事。はい。はい。ライブ配信とかで結構時事の、質問があるんですけど、それをね、ちょっといろいろ答えてもらう時もあれば、なかなかこう、際どい質問が来る時もあるじゃないですか。来るでしょ。来るんですよ。最近増えましたよね。増えた。ね。あれだって、リアルタイムで答えるっていうのもなかなか、水森さん大変そうだなと思って。大変だって、言っちゃいけないんじゃないかとか、それこそ今日の、話題に出そうとしてるんだけど、なんか SNS 規制とか4月1日からね、今日4月1日なんですよ。はい、収録で施行されてて、そんなの規制されちゃったらね、このチャンネル続かないから。もうだってね、ありがたいことに現時点で27,000人。ね。来てくれてるんですから。そう。占い館系だったら、多い方。多い方ですよ。本当に。まあ、せっかくね、見てくれてる視聴者の方もいるんで、あんまなんかこう、変なことは言えないけど、でも、やっぱりちょっと水森さんの観点からどうなんだろうっていうのをちょっと時事でね、ちょっといろいろ聞けたらなっていう、まあちょっと実験的な。実験的だね。で、人気だったらね、これちょっと続けてね、どんどんいろいろやっていこうかなっていう。そうですね。割と、だから、年運の動画とか、大予言スペシャルとか、若干ね、あと、チャスさんとの都市伝説のネタとか、そっちの方がここ1年2年見てると、フォロワーの伸びいいんだよね。そうなんですよね。実際。だから、ニーズはあるのかなと思って、今まで通りのランキングとか手相もやるけど、ライブだとな怖い。俺言っちゃいそう。酔ってるから。危ないですからね。そう。これだったら編集がね、まだあるし、ここカットしてって言えるもんね。そうそう、この場で、つまんでって言えるから。そう。僕も、じゃあつまんどきますって。そう。言いますからね。まあそんな感じで今日はちょっと伺えればなと思います。まあね、ちょっとこの木曜日にもね、ちょっと動画上がってるんで、まあ2本続けてちょっと見てもらえればなっていう。そう、どうなんだろうね。これでフォロワーガンって減ったらすぐやめるので。いや、そりゃそうじゃない？そりゃそう。ね、求められてないものはやっちゃいけないですから。そう。お前程度の器で時事語るなって言って。嫌なこと言うな。いや、あるんじゃない？時事ってほら、なんかどっちかっていうと、なんかキラーみたいな人たちがやってるじゃん。それも偏見な賢げですみたいな。まあやっていきましょうかね。ちょっと今日早速なんですけど、もう今日4月1日でしょ。昨日ですよ。フジテレビ。ね、中居君問題。ね、報告書見ました？僕ちゃんとまだ読んでないんですけど。こういうの都市伝説とか陰謀論ではスピンって言うらしいよ。スピンなんですか？だから、何か隠したいニュースがあるときに芸能ネタとかを出していくと。まあ、けど、デリケートな問題だからね。なんとも言えないですけど、たまたまタイミングがね、重なったのかなとは思いますけど。だって1月末にもこれあったじゃないですか。あの時は、ね、だって12時間、10時間とか12時間とかやったじゃないですか。で今回は、まあそこまではいかないけれども、発表された内容がとんでもなかったっていう。あの時もトランプさんでだいぶ革命的なね、ことが起きてる時にされてたよね。どっちだ？まあ。陰謀論成分ちょっと強めでちょっと喋りますか。まあ、ちょっとね、せっかくだから。せっかくです。まあ、でもそれはそれとして、中居君これからどうなっちゃうのっていう。そうっすよね。普通に。気になるよね。そう、気になると思うんですよ。お茶の間でずっと見てましたからね。言うてね、本当にずっと見てて。みんな大好きスマップっすよ。ね、こんなことになっちゃって。ただ、あの世代って本当に分かんないんですよ。そうだ、これ前もね、言ってましたけど、そもそも発表されてる生年月日が合ってるか分かんないんだよね。だから、あくまで託実って言って、日を選んで、この、なんか、験担ぎみたいな、創業日みたいな。この日に設立すると、会社が発展するぞみたいな。そう。かもしれないけどっていう感じで、運勢を見ればっていうことでね。本当の生年月日かもしれないし、いや、中居正広というタレントをやっていくにあたっては、この生年月日を誕生日にすると、運勢がきっと良くなるに違いないとして選ばれたかもしれないわけですもんね。そう。あの時代はもう分かんないですよ。確かにね。あってもおかしくないですもんね。確かにね。ネットなかったからね。まあ、あくまで今じゃあ、みんなで知られている、みんなに知られている生年月日。で言ったら、いや、運勢悪いですよ。やっぱ悪いんだ。すごく。特に、50
2歳くらいからだから2024年52でしょ。はい、52からの5年が最悪に悪いかな。じゃああれだ、松本中井が誰かと仲居になってでの数ヶ月後だから去年だよ、去年からは悪いからドンピシャじゃない。確かに、もともとこの問題出てきたの去年からですもんね。そうっすよね。だから今悪いです、中井君。悪いんだやっぱり。じゃあ少なくともそんなことは分かってるよって話かな。まあでも少なくともあとだから3年4年、3年4年ぐらいは。で特に最悪に悪いのがこの4月なんですよ。4月5月、4月の4日あたりから5月の5日あたりが狩野英達で、今年って木のとみの年だから、多分金曜みたく働いちゃうと思うんですよね。だから人生の中で最悪に悪いのがこの4月で、そうで、5月は狩野とみだから、この確実ね、生年月日かもしれない、だけどそれで言ったら、60年分の生産みたいな、だから前世も含めたこのカルマの生産みたいなのが来月かな。だからこの2ヶ月はとってもしんどいんじゃないかなとは思います。なるほど、大生産なわけですね。大生産ですね。ここからやってくると、大生産、しかも負の大生産って感じがする。負の、いやすごいな、それは大変だなって思いますよ。なるほどね。そう、世間的にはどうなんですか。今回の発表で、もう中井くんとは呼びたくないと、中井氏と呼びたいぐらいの方もいらっしゃいますし、まあ本当にっていうもちろんね、そういう反応もありますし、ちょっとやっぱり今までの中井くんちょっと擁護ムードからは若干こう変わってきちゃってる感じなんで、そうなんですね。やっぱりちょっと実際に渡した金額が100万円しかなかったんじゃないかと、その第三者委員会のね、発表で言うと、そうするとたった100万でみたいなこともあるみたいな。なるほどね、なるほどね。ちょっとね、僕も全部をちょっと読めてないので、ごめんなさい、間違ってたらちょっと申し訳ないんですけど、そんな感じらしいです。なるほど、どうなんだろうね。なんだろう、なんか独断と偏見だけど芸能界ってそういうところかなっていうイメージはあったけどね。だから嫌だなとは、そういう文化って嫌だなって僕は思うけど、そうですね。まあそういうのがね、なくなるきっかけみたいになっていけば、いいんじゃないかな。ファンの人はね、切ないかもしれないけどね。そうですね、やっぱり。だけど、この人の運勢、この少なくとも発表されている生年月日で言ったら、この2ヶ月が山場かなっていう感じがしますね。なるほど。はい。わかりました。まあ、もう。いや、だから陰徳積んだらいいじゃないですか。まあそうですよね。だから結局吉居家福のこの福ですよね。いいことをちゃんとして、その分のプラスがあれば守られるんじゃないかっていうところですよね。辰で猿ね、辰作るからなんとかなりそうな気も。だからね、周りが結構助けてくれそうな感じはしますよ。この人の擁護するのかってなっちゃうかもしれないけど、だからじゃあそうですね、善悪どっちにも立たないということで、この悪人ではないか悪人とされてる人の方を、占い師でなんかどうやって助けるかみたいな相談が来るとするじゃないですか。来ますよ。だからそういうので、なんかまあいますよね。結構来ます、そういう相談が。どうすっかな。ちょっとこの人いやけどみんなにサービスとかね、いっぱいすることかなっていうことと、この状態でなんとかなるかな。まあなんとなく木業とか増やすかもしれないよね。開運とかするんだったらね。木業とか増やすかな。どうやってこういう人が相談来たらどうするんだろう。まあでもね、少なくともみんなにサービスってことで言えばあれじゃないですか。だってまあね、言うたってお金は稼いでこられただろうから、やっぱりそれをちょっとやったりとかかな。なんか、お金の損を出しみんなにサービスしたりとか、なんかちょっと支援とか、興行とかで言ったらそこら辺の興行を高めたりとか、あと生まれた時間とかで多分開運とかしていくかなっていう感じはしますけどね。なるほどね。訴えてる方か。はい。訴えられてる。一応なんかこの人じゃないかって言われてる人だよね。そうですね、その方ではないかと。まあ一応伏せとこうか。はい。けどこの人も今辛そうなんだよね、すごく。なんかだから悲しいよね。なんかね。そうだね。客観的に言ったらおじさんの方が俺は悪いと思うんだけど。そうですね、まあね。いやこの人も今辛い時期ですよ。なんかどちらも
辛いっていうのはなんともですね。切ないよね。なるほどね。だからな、まあ生産してくださいっていうのがまあまあそうですね。本音で開運来たらどうすっかな。だから祈祷とか進めたり、うちではやんないよ。なんか寺とかなんかそういうところでやったらいいかとかっていうのかなとは思いますね。で、こっちの人はこれでいいんじゃないですか。訴えてる方は今の流れでちゃんと仕留める方向でいいんじゃないかなっていう感じで。はい、そう。どうなんだろう、こんなのニーズあるかね。まあわかんないですけど、まあもしかしたらね見てる方の中にはちょっと気になる方もいらっしゃるでしょうから、まあその方はちょっと占い師なんでね、善悪とかじゃないんですよ。そうですね。そうですね。それは本当にそう。まあお辛いでしょうけども、でもまあその方はそのまま依頼に来た人に対して適切に言うけど、勝手に占うとそんな感じだよね。なるほどね。まあはい。でけど僕ねスピンかもしれないなとは思うんですよ。またさっきのねもう陰謀論みたいな話になっちゃいますけど、まあ確かにまあそれが本当かどうかはまあ一回置いとくとしても、まあその4月1日に実際法改正がありまして、まあいろんなね法律の話ありましたよ。それこそこのねチャンネルでもたくさん話してましたけど、食料供給困難事態対策法。そうですね。これも4月1日からですもんね。それから、SNS 規制に関する法律、これも確か先月閣議決定が通って、4月1日からですもんね。そんなもんかな。あとは、いわゆるあれですね、病気とか、疫病とか、なんかああいうのの対策を取るためのやつがアメリカでもともとあったやつがこれ日本で作るぞっていうのが、なんで日本なのか僕もちょっとピンときてないんですけど。アジアの拠点だって。アジアの拠点なんですか。へえ、そうなんですね。まあわかんないけどね。でこっちの話題はすると、それこそ SNS 規制にはわ引っかかるんじゃないの？それはそうかもしれないですね。だからスピンの方ばかり取り上げた方が平和な運用できるんじゃないですかね。まあ確かに、だって言っちゃなんですけど、やっぱ時事ネタっつったら、昨日のあれ見たみたいな、そういう。そうだよね。だからそっちの方はさ、別に何も言えないじゃん。あんまり言えるのかな。だから調べた方がいいよって僕は思うんだけど。まあ調べるのは大事ですよね。まあ実際そのね法律がどうこうはともかくとして、ね物価はねだってどんどん上がってってるわけじゃないですか。なんかね石破さんはなんだっけ、なんか物価対策とかやるぞみたいな消費税がとかね。そう言い出してますよね。そう言ってるけど、でも食料品の消費税の減税に関してはやんないって言ってるっていう。いや交渉材料にすりゃいいんじゃないのっては思いますけどね。トランプとのディールというかに消費税を向こうはなんか文句言ってるんだから、関税をそんなに上げないでもらって、でその代わり、食品の消費税こうするので輸入のやつが安く売れるので、みたいにすれば庶民にも優しいし、とは僕は思うんだけれども、確かに。なんだろうね。よくわかんないよね、自民党ってね。僕も見ててもなんだろうなとは思いますけどね。ここ数年の政治よくわかんないですよね。その状態もね、まあ、今年本当にどうなっていくのかっていう、だって7月には参院選もあるわけじゃないですか。その状態でね、どうやって動いていくのかっていう話で。だから参院選に向けての SNS 規制じゃないかみたいな説もあるよね。なるほどね、参院選でまあ言っちゃなんですけど不利にならないように。昨年がほら石丸旋風とか、あと兵庫県知事選とか SNS の力がなんか露骨に見えるようなのってあったじゃないですか。ありましたね、確かに。あれもその前だったら参政党とかね、なんか出てきたりとか、令和も SNS の運用うまいところが国民民主にしても伸びてるじゃないですか。確かに。だからそこら辺じゃないかとかは言われてますよね。なるほどね。まあなかなかな感じではございますね、それもね。どこも減税言ってるよね。言ってますね。なるほどね。難しいですね。なかなか難しいね。今のねこの4月がどんな時期かというと、占い的には3月の29日が日食なんですよ。で、インド占星術の魚座の新月なんですよ。インド占星術の魚座の新月。で、割とこれが今年の日本のチャートからすると大衆
とか労働者とか、まあ病気みたいな意味になってくるかなと、その位置での日食なのね。で、そういう時期にこれから1年くらい入ったんですよ。大衆と労働者はわかりますけど、病気もですか？だから、なんかね、いろいろ大変だろうなとは個人的には思っていて、もう入っちゃったんだよね。で、海王星も3月30日、に、今度は西洋なんだけどね。ごちゃごちゃしてごめんね。だけど、西洋で、お羊座に入るっていう状態ですから、なんかね、もう時代が変わったよっていう風にもうなってるんですよ、実は。もう星回り的にはもう時代変わっちゃいましたよっていう。スクラップビルドのスクラップが始まりますよっていうような。あんまりスクラップに巻き込まれたくはないですけどね。そうだよね。だから、さっきの SNS 規制とか言わない方がいいんじゃないかっていうふうには思うし、怖い僕はね、怖いですね。へーみたいな、そうなんだみたいな。客観的にさ、何が起きてるかって見てって、自分の頭で考えるとか大事だよね。まあそうですね、でもなんか自分の頭で考えるっていうのも難しいみたいな、そういうのもなんかね、ネットで最近は。あ、そうなの？なんで自分の頭で考えるってなったら、そういう情報をなんかシャットダウンしちゃうんじゃないかみたいな、なんかエコーチェンバーになっちゃうんじゃないかみたいな、だから陰謀論にはまっちゃうだろうみたいな、そういう言説もありますよ。健康とか古典に帰ったらいいんじゃないですか。なるほど。新しい情報はまあ追うの大事だけども、その健康を大事にするとか、いわゆるその今までの日本で、日本だったり世界だったりで、その古くから言われてる。そう。だからここ100年くらいの言説全部無視したらいいんじゃないですか。なるほど。結構規模が大きかった。100年。確かにそうか。でも、そうですよね。だってね、いわゆるいや道徳とかに立ち返ればいいんだと思いますよ。なんか教養っぽいですね。教養。だからだと思うけどね。その陰謀論も何もみたいな。仏教読むとか、道教読むとか、なんだ、カントとか、ギリシャ哲学とかでいいんじゃないですか。そういう香りがするものを読むっていう感じですよね。教養を磨くとか、僕も大したことないけどね。だから健康器を使うとかはそんなにブレるようなところかなと思いますけどね。確かに。それはだって昔からずっと言われてることですもんね。あとは歴史に学ぶとか、あとは物理とかじゃなくて、本当に科学とかで再現性があるものと教養みたいなところはまあいいんじゃないとは思うけどね、僕はね。確かに。なんかそういうのちょっと最初難しいかもしれないですけど、なんかね、それこそ教科書で読んだようななんか文豪のなんか小説とかからでもなんか僕はいいような気もしますけどね。そうだね。だから昭和初期くらいまでのやつ読んだらいいんじゃないのとは思うけどね。僕宮沢賢治とか大好きですよ。だからどうしてもさ、ハウトゥーに寄りすぎてたでしょ、ここ何十年か。確かに。なんかやたら増えましたよね、ハウトゥー本。だから役に立つかとか、ようやくみたいなもそうだし、なんだろうな、役に立つか儲かるかとかみんな好きじゃん。有用性。そうだからそこを追ってる限りドーパミンに常にさ、もう興奮してうほうとなっちゃうよと。それ別になんかあの子可愛いとかさ、イケメンみたいな感情と変わんないでしょ。確かに。確かに。だけどそのくらい下品な人の方がなんか多いですよ、世の中。なんかそれも悲しいですね。悲しいっていうか、だからそれで平気な顔して生きてるじゃん、みんな。確かに。あんま気にされてないかもしれないですね。だからなんか下品だなって思うけど、立ち返ればいいんじゃないのとは思うよ。聖書とか読むとか、お経とか読むとかが陰謀論なんですかみたいな話じゃない。確かに。だから宗教とか嫌いだよね、みんなね。なんかね、けどカント読むとかさ、わかんないけど。確かに。なんかそういうところに立ち返ったらいいのにねとは思うけどね。なんかね、今だけ金だけ自分だけですか。けど8割くらい合ってると思うよ、そういう古い考えって。なんか2割くらいはこと向けなこと書いてあるけど。なんかそういうのいっぱい読むことによって、これはちょっと違うなっていうのもたくさん読むことで分かるわけですもんね。古典と科学じゃない？
リベラルアーツですよ、リベラルアーツ。なるほどね。かなとはもう、僕が教養ないからそんなこと言っても説得力ないんだけど、いやいやいや、まあまあ、まあかなとは思うけどね。なるほどね。なかなかね、こうどうしても今この瞬間にっていう人がね、もう多いですよ。まあそういうのがね、どうしても多い世の中ですからね。まあだから役に立つところで言ったら健康気を使って、はいはい、備蓄とかしたりとか、時代の流れね、分散投資したりとか、友達作ったりとかって、これいつも言ってることなんですよ。そうですね。だからそんなにできることないぞと。だけど、正しい判断をするために、自分を磨くみたいなのが大事じゃない？そうですね。そうそうそう。確かに。で、それは、なんだろうな。現代的な事象に対してなんか考えるとかではなく、立ち返ればいいんじゃないのとは思うけどね。今こそっていうそうだ感じですよね。そんな気はするけど。なるほど。はい。まあ、こんな感じで。はい。だらだらね。はい、喋りましたやってって、どのくらい見てくれるのか。300とかだったらやめようね。300はちょっとごめんなさい。僕もちょっと一回ストップしましょうかって言いますわ、それは。どのくらいいるんだろうね。ここへのニーズ。4桁回ってほしいなっていう気持ちはある。実はなんかね、割と俺はこれ好評というか、普段は俺これ好評だよね。お客さんとか、生徒さんとか、なんだろう、あなたとかわかんないけど、僕と普段付き合ってる人に好評な僕の部分なんですよ、これ。そうですね。はい。だけど、それを全然僕表に出そうとしないのね。そうですね。僕は出したたまにしか出さないんだけど、ちょっと出そうかと。僕出した方がいいっすよって前から言ってましたからね。言ってたから、ちょっとね、嫌なんですよ。恥ずかしいし、なんかね、お利口さんとかから攻撃されるの嫌なんですよ。いろんな方がいらっしゃいますからね。そう、お利口なだけの人ね。そうなんでそんな言ってるのかわかんないけど、お利口な人っているじゃん。まあいらっしゃいますね。占い業界多いんだよ、お利口な人。まあ、いますね。そう。お利口な人と何にもわかんなくて、スピとか進行しちゃってる人とかに叩かれるのが嫌なんですよ。どっちもなんかあれですね。進行、なんか頭でっかちとどっぷりな人と違う意見じゃん、こういうのって。まあそうですね。で、この辺って多分、難しいって多分言われたりとか、なんかちょっと遠ざけられがちなところだと思うんですよ、僕。ちょっと。そうなんだよね。そう。なんかね、だけど、その時代終わった。そう、多分終わったよとは思うかな。そうですね。とは思うんでね。そう。まあ、だから僕はこれちょっとやってみたいんだけど、みたいなね、話し合いになりましてね。僕やってみようかな。そうそう、いいと思うので、まあよかったら本当ね、リアルタイムのネタと、今の時間の流れとね。そうなんですよね。だから5月からがね、木星の時期に入ってっちゃうから、ちょっとなんかそっからが日本しんどそうなんですよね。5月から。5月中旬あたりから。いやだからそれまではまだ猶予だと思ってて。もう4月ですけどね。猶予期間かなって思うよ。じゃあもうこの動画見てる人はちょっと猶予期間だと思って、ちょっと何かできることをね、まあそんなたくさんあるわけじゃないですけど、いろいろとちょっとやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。よかったらこの動画ね、面白いなと思った方はチャンネル登録、それから評価、そしてコメント、ね、どしどしお寄せいただいて、拡散とかね、していただけたら、拡散していただけたら、そうですね。だから5月まではただゴシップが多いから、こういうゴシップ扱うような、そうですね。やつでいいわけじゃん。時事ね。で、5月からね、ちょっとね、空気がどうなってるかっていう感じだよね。わかんないですけどね。だからゴールデンウィークくらいまでは大丈夫かなと思って、とりあえず実験的にね。はい。ですね。来週あたりからはね、だってあれですから、万博。大阪万博。そうですよ。万博もね。ちょっとこの話も来週しましょうか。そうだね。はい。で、本当に取って出しじゃないですけども、収録してもう数日ですぐポッと上げる感じでちょっとやっていければと思っておりますので。編集はそんなないかもしれないけど、よかったら見て、ニーズがあったら続けます。で、これが続いてほしいと思う人はぜひ拡散してください。よろしくお願いします。あなたのその、いいねとか、コメントとか、拡散とか、出ます。なぜなら、これを好きな人って、うち27,000いる中の、コアな人、こういう動画に登録した人って2000人くらいしかいないです。そうですね。なんで、頑張ろうぜ2000人っていう感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。では。はい、またね。